お世話になっております。マサルです。今回はハードリンクとシンボリックリンクについて一緒に勉強していきましょう。この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント、エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ、以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。Linux を勉強する人がみんな必ず迷い込む道があります。その道の名前をハードリンクとシンボリックリンクと言います。何度勉強してもハードリンクとシンボリックリンクの違いがよくわからないなという方もいると思います。そんな方に向けて今回の動画はハードリンクとシンボリックリンクの違いをできるだけ簡単にお伝えできるように頑張ってお話ししていきたいと思います。先に結論からお話しすると、ハードリンクというのは一つの i ノードに複数のファイルを関連付ける方法。シンボリックリンクは一つの i ノードに別の i ノードを関連付ける方法だと思ってください。言葉だけだと全然わかりにくい説明ですよね。一つずつ説明していくので安心してください。なお今回もキラーコーダというサイトを使って実際にコマンドを試しながらやっていきたいと思います。キラーコーダの使い方はこちらの動画で説明しています。参考にしてみてください。それではハードリンクやシンボリックリンクについてお話をする前に、まずリンクとは何かというところからお話ししていきたいと思います。リンクという言葉は日常生活でもよく使いますよね。例えば URL をクリックしてウェブページにアクセスしようとしたときにページが表示されないとリンクが切れてるみたいに言ったりしますよね。つまりリンクというのは何かと何かを結びつけることです。そして今回学ぶリンクとはファイル名と i ノードの番号を結びつけること、これをリンクと言います。ファイル名というのは皆さん分かりますよね。マサル .txt みたいな情報がファイル名です。そして i ノード番号というのはその情報を保存している場所を示す番地のようなものだと思ってください。つまりデータの住所のような存在です。そしてこの i ノード番号は i ノードと言われるデータの中で管理されています。ここまで出てきたキーワードを本屋さんに例えてお話ししたいと思います。ここに一冊の本があります。本屋さんではこの本の管理情報を作ります。この本はマサルの本で角川さんから出版されていて、カスタマーレビューが 4.5 ある素晴らしい本だみたいな情報ですね。そしてこの本は本棚 A の1段目に陳列した、このような情報を管理しておきます。この状況をキーワードに当てはめると、本の名前がファイル名、本の管理情報が i ノード、そして i ノードの中に本棚のどこに陳列したという情報を i ノード番号として管理している、このような情報になっています。この状態でたくさんある本の中からマサルの本を探してみます。最初に確認するのはマサルの本の i ノードです。i ノードを確認すると i ノード番号が本棚 A の1段目と記載されているので、本の場所がすぐにわかりますよね。なんとなくファイル名、i ノード、そして i ノード番号のイメージができましたか？大切な部分なので簡単にもう一度まとめておきましょう。リンクとはファイル名と i ノード番号の結びつき。i ノード番号とはどのファイルがどこに存在するのかという情報。そして i ノード番号は i ノードと言われる管理情報の中に記載されています。ここまで分かったらハードリンクとシンボリックリンクの違いが分かりやすくなると思います。ハードリンクというのは一つの i ノードに対して別のファイル名をつけてリンクを作ります。シンボリックリンクは一つの i ノードに別の i ノードを関連付けてリンクを作ります。それではハードリンクについてデモを交えてお話をしていきます。ハードリンクとは一つの i ノードに複数のファイル名をつけてリンクを作る方法です。例えばマサルブック .txt というファイル名とそのファイルの格納場所を示す i ノード番号を管理している i ノードが存在しています。ここでマサルブック .txt に別名をつけたいとします。
例えば bluebook.text という別名を付けたいとします。するとシステム的には masalbook.text も bluebook.text も同じ inode を見て inode 番号も同じなのでアクセスするファイルは同じになります。これがハードリンクの仕組みです。ハードリンクとは一つの inode に対して複数のファイル名を関連付ける。皆さんイメージできましたか？ではデモを交えながら説明していきます。まず masalbook.text というファイルを作ってみたいと思います。タッチ masalbook.text ですね。ではこのファイルがどこに保管されたのか inode 番号を確認してみたいと思います。inode 番号の確認は ls コマンドに対して -i オプションをつけてあげて対象のテキストファイルを指定すると確認することができます。inode 番号は7792ですね。この inode 番号はランダムなので環境によっては別の番号になっているかもしれません。別の番号でも全く問題ないのでこのままデモを続けていきましょう。では作成した masalbook.text に対して別名 bluebook.text という名前を付けてハードリンクを作ってみましょう。ハードリンクを作るコマンドは ln コマンドです。ln コマンドを使ってmasalbook.text の別名を bluebook.text にしてください。このようなハードリンクを作成してみたいと思います。実行します。では作成したファイルの inode 番号を確認してみましょう。ls-i で inode 番号を教えてください。masalbook.text と bluebook.text です。このコマンドを実行すると両方とも同じ inode 番号になっていることが分かりますね。今の状況をもう一度絵で確認しておきましょう。masalbook.text と同じ inode 番号を参照する別名のファイル名 bluebook.text を作ったところです。両方とも同じ inode を参照するので、もちろん両方どちらからアクセスしても同じデータを参照することになります。そしてもともと存在していた masalbook.text というファイル名を削除した場合どうなるのかというと、もちろん masalbook.text からはアクセスすることができませんが、新しく作っておいた bluebook.text からはアクセスすることができます。つまりハードリンクを作っておけばバックアップとしての役割を持つことができるということですね。ではここまで説明した内容をもとにデモをやっていきましょう。それではまずハードリンクとして作成した bluebook.text からアクセスしてみてファイルに書き込みをしてみたいと思います。テキストファイルを編集するコマンドちょっと難しいので、今回はエコーコマンドとリダイレクトを使ってファイルを編集してみたいと思います。エコーハード大なり大なりbluebook.text、 このコマンドでエコーコマンドを使ってハードという文字列を表示してくださいという指示、そして大なり大なりでここで表示した文字列を bluebook.text に追記してくださいという指示になります。それでは実行します。実行できたらファイルの中身を確認します。ファイルの中身を確認するコマンドは cat コマンドです。cat コマンドで bluebook.text を確認すると hard という文字列があることを確認できますね。では同様に masalbook.text も確認します。cat masalbook.text、 同じく hard という文字が中にありますよね。ではここで元ファイルである masalbook.text を削除してみたいと思います。削除するコマンドは何だったか覚えてますか？ rm remove コマンドですよね。remove masalbook.text でファイルを削除します。削除した後に cat bluebook.text を確認してみます。ハードという文字列を確認することができますよね。もう一度今の状態を絵で確認しておきましょう。どうしてハードリンクとして作成した bluebook.text からファイルにアクセスできたのかというと、masal.text のハードリンクとして bluebook.text を作成したからですね。ハードリンクとして作成すると同じ inode を参照するので、もちろん inode 番号も同じです。
なので、もともと存在していた masalbook.txt が削除されていたとしても、ファイルにアクセスすることができています。ハードリンクのイメージ、なんとなくできましたか？では次は、シンボリックリンクについて勉強していきます。シンボリックリンクは、一つの i ノードに別の i ノードを関連付けてリンクを作る方法です。前提は先ほどと同じ状態でシンボリックリンクを作成していきましょう。現在、masalbook.txt というファイル名と i ノード番号を管理している i ノードが存在している状態です。シンボリックリンクの場合はどのようにリンクを作るのかというと、この図のように全く別の i ノードを作って元ファイルと関連付けてリンクを作ります。イメージとしては masalbook.txt のシンボリックリンクとして作った bluebook.txt にアクセスすると、bluebook.txt とは masalbook.txt のこと。masalbook.txt の i ノード番号は A1 なので、そこにアクセスすればよい。このようなつながりでリンクを作ることができます。つまりシンボリックリンクの場合は i ノード番号が別になるという特徴があるんですね。シンボリックリンクの作り方は少し複雑ですよね。それでは実際にシンボリックリンクも試してみましょう。先ほどハードリンクを作った方は同じファイル名があると少しやりにくいので、キラーコーダーを使っている方はリスタートボタンを押して初期化して最初から操作していきましょう。リスタートが終わったらタッチコマンドを使って masalbook.txt を作成します。新しく masalbook.txt を作りました。では ls コマンドを使って i ノード番号も確認してみましょう。7792という i ノード番号が付与されていることが分かりました。では masalbook.txt のシンボリックリンクを作ってみたいと思います。ハードリンクの場合は ln コマンドを使いましたが、シンボリックリンクを作りたい場合は -s オプションを使います。シンボリックリンクの S と覚えれば覚えやすいですね。ln-n masalbook.txt のシンボリックリンクとしてbluebook.txt というリンクファイルを作ります。では今の状況を絵で整理しておきましょう。現在の状況は masalbook.txt に対して bluebook.txt というシンボリックリンクを作っています。なので別々の i ノードが存在している状態です。では本当に別々の i ノードになっているのか確認してみたいと思います。ls-i masalbook.txt と bluebook.txt の i ノード番号を見せてくださいというコマンドです。その結果、別々の i ノード番号になっていることがわかりますね。ここで ls コマンドの-l オプションを使って詳細情報を確認してみたいと思います。ls-li masalbook.txt bluebook.txt です。実行してみると、bluebook.txt と指定されたら、それは masalbook.txt なんですよ、みたいな表示がありますよね。システムはこの情報を見て bluebook.txt って masalbook.txt のことなんだなと理解して masalbook.txt にアクセスして masalbook.txt の i ノード番号を見てファイルにアクセスする、このような経路になっているということです。ちょっと複雑ですが、きっとなんとなくイメージはできましたよね。ではもう一度絵を見て確認しましょう。今回は masalbook.txt に対して bluebook.txt というシンボリックリンクを作りました。ではこの状態でファイルが更新されたとします。bluebook.txt からアクセスしてファイルを更新した場合、この場合実際には masalbook.txt の i ノード番号にあるファイルを更新したことになるので、masalbook.txt の情報も同じように更新されます。これはハードリンクと同じですね。しかしハードリンクと違うのは元のファイルが削除された時です。もし元のファイルが削除されたらどうなってしまうのか想像してみてください。元のファイルが削除されてしまうと bluebook.txt にとっても i ノードの関連付けが消えてしまうので bluebook.txt からファイルにアクセスすることができなくなってしまいます。では本当にそうなってしまうのか、キラーコーダでやってみましょう。
では先ほどと同じくエコーコマンドを使ってファイルの内容を更新します。エコーコマンドで新という文字列を表示して、その内容を bluebook.text に追記してくださいというコマンドです。実行します。では cat コマンドを使ってファイルの中身を確認してみたいと思います。新という文字がしっかり表示されてますね。次に元ファイルの masalbook.text の中身も同じように確認します。新という文字列入ってますね。しっかりシンボリックリンクからの更新で元ファイルの情報も更新できていることが分かりました。それでは次に元ファイルを削除してみたいと思います。元ファイルを削除するとシンボリックリンクからアクセスすることができなくなるはずです。では元ファイルを削除します。remove masalbook.text で masalbook.text を削除します。削除した後に cat bluebook.text を実行すると、このようにエラーが出てきてファイルの中身を参照できなくなっています。想定通り masalbook.text が削除されているので、シンボリックリンクからアクセスすることができなくなっていましたね。シンボリックリンクの特徴をまとめると、別々の inode 番号になること、そして元ファイルを削除するとアクセスすることができなくなることを覚えておきましょう。それではここまでハードリンクとシンボリックリンクを勉強しました。2つを比較してみたいと思います。まずは作成コマンドです。ハードリンクは ln コマンドで作成することができました。ln 元ファイル新しい名前です。シンボリックリンクの場合は ln-s 元ファイル新しい名前で作ることができます。-s をつけるかどうかだけの違いです。そしてリンクの作り方が違うので、ハードリンクでは同じ inode 番号になります。シンボリックリンクは別の inode を作るので別の inode 番号になります。ハードリンクの場合、元ファイルが消えたとしてもハードリンクからアクセスすることはできましたが、シンボリックリンクの場合、元ファイルが消えるとアクセスすることができません。あとは追加情報ですが、ハードリンクはディレクトリに対して作成することができません。しかし、シンボリックリンクはディレクトリに対しても作成できるという特徴があったりします。その他にも、ハードリンクは別のファイルシステムでは作れない、シンボリックリンクは別のファイルシステムでも作ることができるなどの特徴もありますが、ファイルシステムの話をするとちょっと難しいので割愛しています。では最後に実際よく使うのはどちらかという話をしておきたいと思います。実際によく現場で使うのはシンボリックリンクの方です。シンボリックリンクはディレクトリに対しても使えますし、何かと使い勝手が良かったりします。なのでリンクファイルを作るときには現場ではシンボリックリンクの方がよく使われるということは覚えておいてもいいかもしれません。それでは最後に穴埋め問題を使って今回学んだ内容を振り返りましょう。今回はハードリンクとシンボリックリンクについて勉強しました。ハードリンクを作成するコマンド、何コマンドだったか覚えてますか？ハードリンクは ln コマンドで作ることができました。シンボリックリンクを作りたい場合は ln コマンドに対してあるオプションをつけてあげます。それではどんなオプションを使ったでしょうか？シンボリックリンクを使う場合は -s ですね。シンボリックの s だと覚えておきましょう。そして次は inode 番号です。ハードリンクの場合は inode 番号が同じになるでしょうか？別々になるでしょうか？正解は同じになります。ハードリンクは同じ。シンボリックリンクの場合は別の inode 番号になります。では、ハードリンクの場合、元ファイルが消えたときにアクセスすることができるでしょうか？それともできないでしょうか？ハードリンクで作った場合、元ファイルが消えたとしてもアクセスすることはできます。逆にシンボリックリンクの場合は元ファイルが消えてしまうとアクセスすることができなくなるので注意しましょう。そして最後にディレクトリに対して作成することができるかどうかです。ハードリンクはディレクトリに対して作成することができるでしょうか？それともできないでしょうか？ハードリンクの場合はディレクトリに対して作成することができません。一方、シンボリックリンクはディレクトリに対しても作成することができます。使い勝手がいいのはシンボリックリンクの方だと覚えておきましょう。今回はハードリンクとシンボリックリンクについて一緒に勉強しました。
ハードリンクとシンボリックリンクの違いは本当に難しいのですが、今回の動画が参考になれば嬉しいです。最後にお知らせです。マサルの勉強部では成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを運営しています。一人で勉強するのが孤独で寂しい、周りに質問できる人がいなくて困っている、職場以外の人とも交流してみたい、そんな方におすすめしたいオンラインコミュニティです。参加方法は YouTube のメンバーになるボタンからオンラインコミュニティに参加するプランを選択していただいて、Discord と YouTube を連携すると参加することができます。こちらは2025年6月のスケジュールです。Linux の勉強会や CCNA の勉強会、セキュリティの勉強会、それだけではなく様々なオフ会もあったりします。気になる方はお気軽に参加してみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。